負けてどうするか。ね。土下座します。めちゃめちゃかっこいいんですよ。チタノサウルスとバラゴンの、ね、胸キュン恋愛ストーリー。ね。がっつりいいキャラがね、つきますから、ここで。ゴマすり機ですよ。これね、いつかって、いつ頃の期間とかじゃないですね。もう、ゴジラキングオブモンスターズにおいて新たについた属性ですよ。ね。もう、ゴマすりクソバードですよ。本当に。うん。これね、もちろん、ゴジラ好きな方はね、一体どんなことがラドン君に起きたのか、知ってると思いますけども、一応ね、どういう流れだったかっていうの確認を込めてね、ご説明しますね。ですね、まずですね、最初に、キングギドラ、ね、負けます。自分が住んでる、縄張りにキングギドラが侵入してくると。やったるぜって戦うと。すぐ負けちゃうんですね。負けてどうするか。ね。土下座します。もう、キングギドラ、もう、ラドン君の家に勝手に上がり込んでるのに、その足元で土下座してますから。ねえ、もう、怖いよね。自分の身に降りかかったらと思うと怖くて仕方ないですよ。ねえ。自分家の庭先になんか全然知らねえ奴が現れて、なんだお前って、ここ、文句言いに行ったら逆にボコボコにされて、そいつ自分家の家に勝手に上がり込んでるのに、自分は土下座してるしかないっていう。ね、もう、怖いですよ。嫌な状況ですよ。でね、これでもう、すっかり力関係はっきりしちゃって、もうキングギドラの腰巾着ですよ。ね。もみ手ですよ、本当に。ね。それこそ本当にごますりですよ。一緒にね、こう街を破壊しに行くんですけど、破壊しに行った先で、ゴジラ及びモスラと戦いまして、ね。ここでも負けちゃうんですね。負けてどうするか。ね。土下座です。はい。一日二土下座。ね。ね。すごいですよ。本当に。だって、キングギドラに負けてから、ね、この1回目の土下座から2回目の土下座まで、多分24時間は経過してないんですよね。ねえ。メンタル大丈夫かな1日に2回の土下座はきついぞと、ね、いうところですよね。でもね、ラドン君もラドン君で、しれっとね、ゴジラに、ね、キングギドラと一緒にゴジラと戦っといて、ね、その後にですよ、しれっとゴジラを称える怪獣たちの輪の中に入るっていうね。うん。でも一応そのね、輪に集まってきた周りの怪獣っていうのは、もうキングオブモンスターズデビューの、新人怪獣ばっかりですから、その中でね、ラドン君だけ結構もう先輩なわけですよ。ちょっとね、格を見せようと思ったのか、軽くゴジラの方に一吠ね、ちょっとね、反抗というか、声かけてみたんですけど、逆に怒られるっていう一吠で制されてしまうというね、ちょっとね、軽く生きってる描写もなくはないですけどね。それでもこの2回目の土下座は別にラドン悪くないけどね。だってキングギドラにあんな負けちゃって言うことを聞かされてたわけだから、言われた通りにやっただけっちゃだけなんですよね。土下座するまでね、そんな、僕らは怪獣の言葉がわからないんで、ゴジラがラドンに対してなんて言葉をかけたかは知らないですけど、土下座まですることはなかったんじゃないかな、思いますね。一応ね、補足というか、フォローをしておくとですね、登場から負けるまではすんごいかっこいいんですよ。このゴジラキングオブモンスターズのラドン君は。本当に火山からね、出現するんですけど、この火山の麓にある街をね、上空を飛ぶだけで破壊してしまうっていう、本当に空の大怪獣ラドンデビュー作を彷彿とさせるような、すごいかっこいいシーンなんですよね。で、戦闘機との空中戦。これもう見た人は、もう皆さんわかると思いますけど、こう、ぐるっと一回転して羽で戦闘機をね、撃ち落とす。シーンもかっこいいし、急上昇するシーンもかっこいいし、めちゃめちゃかっこいいんですよ。劇場で見てるときにもう、これが新しいラドンかと。動きに関しては、今までのね、それまで公開されてたラドンがしていた動きとは全然違うんですよ。全く全然違う動きをしてるのに、でもこの動きするのはラドンしかいないっていう、
まあ、なんか、伝わるかちょっとわかんないですけど、ラドンっぽい動きをするんですよ。新しい動きなのに。やっぱこの、監督さんがね、ラドン大好きだっていう話もありますから、相当ここは思い入れがあるというかね、そういうシーンだったと思うので、もうそうですね、新しいラドン君の動き最高にかっこよかった。ね。その後の落差、ね。そう、お笑い担当になってしまったのか。まあいいんですけどね、キャラが立ちましたからね、そうと。そんな感じでですね、キャラクター性の変化があるというお話でございました。そしてですね、最後に、ラドンのこれからということで、まあね、これからラドン君がどういう風な活躍を映画の中でしてくれるのか、予想をしつつ、こんなことをしてほしいな、見たいな、こういう映画見たいな、誰か作ってという要望を、勝手に話させていただきますので、ちょっとね、お付き合いいただければと思います。まあ、その前にまずはですね、今までのラドン君の特徴なんですが、双円プラス着ぐるみでね、昭和の時代とか表現されてました。ファイナルウォーズとかは CG が一番あったのかなだったりもしますけど、まあ基本ね、双円で空飛んでる姿は上から吊るして、あと地上を歩くとこは着ぐるみを使ってという感じで、結構ね、地上を歩いてるシーンなんかがあったんですよね。これがまあ昔のラドン君の感じなんですけども。最近はですね、CG での表現というのはどんどん増えてきました。本当に、特にさっき言ったキングオブモンスターズの中での戦闘機の空中戦とかね、あの辺も CG ですから、そこでの、そういう表現の仕方が増えることによって、めっちゃかっこいい空中戦が見られるんですけど、それもめっちゃいいんですけど、ね。まあね、もう、めんどくさい、ね、バーサスシリーズ世代の、ね、めんどくさいファンからすると、ちょっと歩いてるね、ラドン君も見たいかなーって。ね、かっこいい俳優さんとかのね、そういうかっこいいシーンはね、まあもちろん見たいけど、それも見た後は、ちょっとこう、ね、ダサい役とか関わる役も見たいなーっていう、あるじゃないですか、そういうのが。ラドンに関してもね、そういうところ、昔やってたあれ見たいなーっていうね、歩いて移動する感じ、くれないかなーっていうね、ところもありますよ。まあ、飛行シーンは本当に CG でいいんでね。ゴジラ対メカゴジラの冒頭の方のね、地上から飛び立つシーンとか、いや、翼竜はそういう飛び立ち方しねえだろっていうそんなふわって浮くかっていうシーンもありましたけどね。あれは CG でいいっす。あそこは、ふわって飛び立つシーンはちゃんと CG でこう、かっこよくね、やってほしいんですけど、ね、歩いてるところを見たいなというところですね。それからですね、これちょっと僕が一番言いたいと言っても過言ではない話ですが、最初のですね、空の大怪獣ラドン。この映画は、まあ、さっきもちらっと言ったように、2頭のつがいのラドンのお話なんですね。まあ、2頭のつがいがいて、自衛隊に、まあ、2頭とも追い詰められて、最終的には阿蘇山の噴火に巻き込まれて、マグマの中に2頭とも墜落して、そこで絶命してしまうという話なんですけれども、このね、この世界から攻撃されて居場所がなくなってしまって、最終的に2人で命を落とすというこの展開って、これ心中する物語、心中物としての見方もできるんじゃないかなと思うんですね。まあね、要するに、まあ、ロミオとジュリエットとか、ね、あとなんか、ね、江戸時代の、講談とかにもよくあるんですかね、確かそういうのが。ね、世を儚んで二人で、こう、この世を去ると。来世で結ばれよう的な、ね、そういう悲しい恋の話なんですけども、そういう風にね、この空の大怪獣ラドンを新たに解釈してですね、怪獣版の秘伝物っていう映画、どうすかねと思うわけですよ。ね。だからまあ、新ラドンみたいな映画がね、作られるときにね、何でもかんでも昔の特撮ものにシーンつければいいと思ってるわけじゃないですけど、ね。そういうなんかリメイクものみたいなのがね、企画されたときにはですね、ちょっとこういう、ね、恋愛ものとしての怪獣映画、ね、怪獣特撮ものに人間同士の恋愛ぶち込んでしまうと、ちょっとね、よろしくないというか、邪魔くさいんで、だったらいっそ、怪獣同士が恋しちゃえばいいじゃんね、君たち、ラドンと、そこのね、2頭のつがいのラドン恋しちゃえばいいじゃんみたいな感じで、ね、どうかなとね、
だから、それこそこれでね、この、ラドンの秘伝物っていうね、この映画、怪獣の恋愛物っていうね、ものがね、決まれば、もういろんな怪獣に広げられますから、なんかこう、明るいね、こう、はちゃめちゃに明るい胸キュンラブストーリーみたいなやつもできますよ、きっと。ねえ。なんでしょうね、なんか、チタノザウルスと、バラゴンみたいな。チタノザウルスとバラゴンの、ね、胸キュン恋愛ストーリー。ね。最初は多分仲悪いんですよね。チタノザウルスとバラゴン。うん。会ったことないですからね。うん。でバラゴンが、ね、こう、チタノちゃんのことが大好きで、こう、地中からね、こう、わーっとこう、アプローチかけるんですけど、いつもこの尻尾の風で吹き飛ばされちゃうみたいな。うん。次第にだんだん仲良くなっていくみたいなね。ただ、いい感じになってきたところで、ね、今夜どこどこで、今夜パリの凱旋門の下で待ち合わせねって言われて、チタノザウルス行ってみると、そこに現れたのはバラゴンではなく、ゴロザウルスだったみたいな。ね。でも、そういう展開もできるし、うん。いいと思いますよ。うん。ね、もう、そういろいろね、もう、昼顔みたいなね、不倫ものもできるし、うん、なんでもいいです。うん。なんでも、当てはまる怪獣がいれば何でもいいです。はい。というわけでですね、ラドン君もね、これからそういう方向で、ね、もうベテラン俳優ですから言ってみれば、ね、そろそろね、その、派手な大暴れとかだけじゃなくて、この、感情表現というかね、熟練の演技で、そういう悲しみとかを表現してほしいという、そういうね、めんどくせえ要望でした。はい。はい。ということでね、今回はこれで以上でございます。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ぜひともですね、高評価、そしてチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。というわけで、高倉和也のゴジラ怪獣、ここが好きでございました。ありがとうございました。